毎日頑張っているのに自分には何もない気がする。そんな風に感じることはありませんか？あります。周りと比べてしまって自分だけ止まっている気がします。それはとても自然な気持ちです。でも、もしあなたが気づいていないだけでちゃんとした強みがすでにあるとしたら。本当ですか？自分にも。はい、誰にでもです。今日紹介するのはこの一冊です。13歳の時に知りたかった強みの見つけ方。この本を読むとあなたの見方が変わります。見方というと、自分を見る目、世界を見る目。この本は自分には何もない、そう思ってしまう人に強みは作るものではなく見つけるものだと優しく教えてくれます。それなら少し知りたいです。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。この本は強みがわからない人のための優しい案内書です。強みって特別な才能のことですか？そう思いがちですが、この本では違います。この本が伝えているのは、強みはすごい人だけのものではない。それは少し安心します。例えば、人の話をよく聞く、同じことを続けられる、失敗しても考え直せる。それって普通のことですよね。そこが大切です。普通の中に強みはあります。本書は質問に答えたり、自分の行動を振り返ったり、少しずつ進みます。テストみたいで難しくないですか？大丈夫です。正解はありません。自分の答えでいい。比べる相手は昨日の自分です。この本を読むことで自分の強みが少しずつ見えてくるようになります。一つ目のポイントは、強みは自分ではとても見えにくいということです。人は毎日繰り返している行動ほど当たり前に感じてしまいます。当たり前だと感じていることには価値がないと思いやすいです。でも本当はその当たり前の中に強みが隠れています。朝起きること、学校へ行くこと、友達と話すこと、宿題に向き合うこと。どれも特別なことではないように見えます。だからこそ自分では気づきません。でも人によってそのやり方や向き合い方は少しずつ違います。そこにその人らしさがあります。例えば友達の話を最後まで聞ける人がいます。途中で口を挟まずに聞ける人です。相手が話し終わるまで待てる人です。それはただ優しい性格というだけではありません。相手に意識を向け続ける力があります。相手を大切にしようとする姿勢があります。その行動を何度も繰り返しています。頑張って練習したわけではありません。自然にできてしまっています。だから本人はすごいと思いません。むしろ誰でもできると思ってしまいます。でも実際にはできない人もいます。すぐに話を遮ってしまう人もいます。自分の話をしたくなる人もいます。そう考えると最後まで聞けることは立派な強みです。本書ではそのような行動に目を向けます。できなかったことは見ません。失敗したことも今は置いておきます。できたことだけを見ます。小さな行動で構いません。今日は誰の話を聞いたか、どんな場面で相手を待ったか、どんな時に自分より相手を優先したか、そうしたことを書き出します。書いていくと共通点が見えてきます。似た行動が何度も出てきます。それがその人の強みの形です。強みは特別な才能ではありません。目立つ必要もありません。人よりすごい必要もありません。すでに毎日の中で使っています。それに気づくかどうかが大切です。足りないものを探す必要はありません。できていないところを責める必要もありません。すでにある行動を見つけること。それが一つ目の大事なポイントです。二つ目のポイントは、強みは一人で見つけなくていいということです。自分のことは自分が一番わかっていると思いがちです。でも実際には自分のことほど見えにくいものです。毎日やっている行動は自分にとって当たり前だからです。当たり前すぎて意識に上がりません。だから一人で考えても強みが出てこないことがあります。本書ではその時他の人の目を借ります。家族や友達、先生など身近な人です。どんな時に助かったか、どんな行動が印象に残っているか、そうしたことを聞いてみます。すると自分では気づいていなかった行動が出てきます。例えばいつも話をまとめてくれる、
困っている人に声をかけている。場の空気を和らげてくれる。そう言われて初めて気づくことがあります。自分では意識せずにやっている行動です。だからこそ自分では強みだと思っていません。でも周りの人にとっては助かっています。役に立っています。それは立派な強みです。本書ではそれを受け取ることを大切にしています。否定しなくていい。照れなくていい。そのまま受け止めます。強みは評価ではありません。比べるためのものでもありません。その人が自然に発揮している力です。人からの言葉はヒントになります。自分の行動を映す鏡になります。一人で悩まなくていい。一人で答えを出さなくていい。周りの声を借りることで見えるものがあります。それが2つ目の大事なポイントです。3つ目のポイントは強みは使ってこそ意味があるということです。見つけただけでは強みはまだ眠ったままです。強みは行動の中で使われて初めて力になります。本書では強みを知ることがゴールではありません。日常の中でどう使うかを大切にしています。例えば人の話を最後まで聞ける強みがあるとします。それに気づいたら意識して使ってみます。友達が悩んでいる時に話を聞く。家族が困っている時にそばにいる。そうした場面でその強みを出します。すると相手が安心したり感謝されたりします。その経験が自分の中に残ります。自分は役に立てたと感じられます。それが自信につながります。自信は急に生まれるものではありません。小さな行動の積み重ねで育ちます。強みを使うたびに少しずつ育ちます。本書では無理に変わろうとしません。できる場面で使えばいいと伝えています。使えなかった日があっても問題ありません。また次に使えばいいだけです。強みは完璧に発揮しなくていい。少し出せれば十分です。その繰り返しで強みは自然に馴染みます。気づけばそれが自分らしい行動になります。強みは特別な場所で使うものではありません。毎日の生活の中で使います。学校でも家でも友達との関係でも使えます。強みを使うほど自分の輪郭がはっきりします。自分はどんな人なのかが分かってきます。それが安心につながります。本書はその流れを優しく示しています。強みを見つける。強みを使う。その体験を積み重ねる。それが3つ目の大事なポイントです。本書の中で特に印象的なのは強みは特別な才能ではないという考え方です。多くの人は強みと聞くと目立つ能力を思い浮かべます。勉強がとてもできる。運動で活躍できる。人前で堂々と話せる。そうした分かりやすいものを強みだと考えがちです。でも本書はその見方を優しく変えてくれます。強みはもっと静かな場所にもあると教えてくれます。例えば人より少し我慢強いこと、すぐに諦めず続けられること、失敗した後に考え直せること。そうした目立たない行動も強みだと語られます。本書に登場するエピソードでは自分には何もないと思っている子が出てきます。その子はクラスで前に出るのが苦手でした。大きな声で発言することもありませんでした。周りから見ると存在感が薄いと思われがちでした。でもその子はいつも周囲をよく見ていました。困っている友達に気づいていました。誰かが一人でいるとそっと近くに行っていました。ある日先生がそのことに気づきます。そしてこう声をかけます。いつも周りをよく見ているね。それはとても大切な力だよ。その言葉を聞いた時その子の表情が変わります。自分がやってきた行動に意味があると知ります。何でもないと思っていた自分の日常が変わって見えます。この場面は派手ではありません。でも心に強く残る場面です。強みは自分一人では気づけないこともあると教えてくれます。また本書には印象的な言葉が繰り返し出てきます。強みは探しに行くものではない。気づくものだ。この言葉は本全体を通して流れています。新しい何かを足さなくてもいい。今の自分を無理に変えなくてもいい。すでにやっている行動を見ること。その視点が大事だと伝えています。この考え方は読む人の心を少し軽くします。できていない自分に目を向けるのではなく、できている自分を見る。それだけで気持ちが落ち着きます。強みは大きな成功の中だけにあるものではありません。毎日の小さな行動の中にあります。そのことをこのエピソードと引用は優しく教えてくれます。この本の内容は毎日の生活の中でそのまま使うことができます。
特別な準備は必要ありません。学校でも家でもすぐに始められます。例えば学校では友達との関係で役立ちます。人の話をよく聞ける強みがある人は、相手の話を最後まで聞くことを意識します。それだけで相手は安心します。話しやすいと感じます。クラスの中で自然と信頼されるようになります。家では家族との関係で使えます。妹や弟の話を途中で遮らずに聞く。親が忙しそうな時に静かに待つ。そうした行動も強みを使っている場面です。本書の内容はこうした日常の場面でも役立ちます。また自分が落ち込んだ時にも使えます。うまくいかなかった日があります。失敗したと感じる日もあります。そんな時にできなかったことを見るのではなく、できたことを一つ思い出します。今日はちゃんと話を聞けた。今日は最後まで諦めなかった。小さなことで構いません。それを思い出すだけで気持ちが少し落ち着きます。自分には何もないという考えから離れられます。強みを使うことは人の役に立つだけではありません。自分を守ることにもつながります。自分を責めすぎなくなります。また強みは仕事の場面でも役立ちます。将来どんな仕事に就いたとしても、人の話を聞ける。コツコツ続けられる。周りをよく見られる。そうした力は必ず生きます。本書は強みを大きく使おうとは言いません。小さく使えばいいと伝えています。毎日の中で少しずつ使う。それだけで十分です。強みを使う回数が増えると、自分らしい行動が増えていきます。その積み重ねが自信になります。この本の内容は特別な人のためのものではありません。今ここにいるあなたのためのものです。日常の中で使ってこそ意味があります。それが実生活での活かし方です。ここまでこの本の内容を順番に見てきました。この本が伝えている一番大切なことは、強みは特別な才能ではないということです。勉強ができること、運動が得意なこと、目立つことだけが強みではありません。毎日の中で自然に合っている行動、それこそが強みだと教えてくれます。強みは自分では気づきにくいものです。当たり前すぎて見えなくなっているからです。だから一人で悩まなくていいと本書は伝えています。周りの人の言葉を借りてもいい。できたことに目を向けてもいい。その中から自分の強みが見えてきます。そして強みは見つけて終わりではありません。使ってこそ意味があります。小さな場面で少し使う。それだけで十分だと教えてくれます。友達の話を聞く。家族を気遣う。諦めずに続ける。そうした行動が自信につながります。本書は無理に変わることを求めません。今の自分を否定しなくていい。今の自分の中にあるものを見る。その考え方が心を軽くしてくれます。この本を読むことで、自分には何もないと思っていた気持ちが少しずつ変わっていきます。できていない自分ではなく、できている自分を見ることができます。それはこれから先も役に立つ考え方です。学校でも家でも将来どんな場所でも使えます。自分を大切にしながら前に進むための本です。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。